はい、皆さんこんにちは。今回はアンティデルタのループアンテナを作ってみましたので紹介していきます。普通のデルタループは水平面が下に来ます。それでその上にいろんな型の三角形になりますが、これは平面がですね上になります。少し弓なりにはなってますが、ギリシャ語でですねアンティデルタというと、逆さまの三角形になるようです。それとデルタループの不思議な一面も見つけたので、後半紹介していきたいと思います。今回もまた風が強かったので、高台の公園をやめてですね河川敷にやってきました。今回は部品点数は少ないのですが、いつものようにですね移動しやすい寸法に分解組み立てできるようになっています。風でかなり揺れてますが、51MHz を中心に 50MHz で SWR1.3 ぐらいで、56MHz あたりでも 1.7 以内に収まるように調整してみました。自宅のベランダでも調整してきましたが、デルタループの場合は現地で設置の高さと条件で結構変わるみたいですね。ということで、今回の中央のポールは竹になります。上部がですね 5mm と 3mm の約 90cm ぐらいのアルミパイプを組み合わせて、スライドさせてですね長さを決めています。現地で調整した長さは約 220cm ぐらいですね。その両端からバランまでが 0.8mm 径のエナメル線です。エナメル線の先にスズメッキ線をハンダ付けし、3mm のパイプに差し込んで留めてます。長さは約 200cm ぐらいになりました。バランはですねいつもの4対1バランですね。コアは FT82 の61です。巻き数を今回は少なくしています。コア2個にそれぞれ5回巻きですね。 7MHz から 50MHz まではカバーできています。 HF 帯のローバンド仕様の時はですねもう少し巻いて使っています。実はですね今回紹介しているアンチデルタアンテナを最初ベランダで仮調整している時に気づいたんですけどね、100MHz のちょっと上と 26MHz でも SWR が下がっていて、 100MHz の上の方はそれほどではなかったんですが、 26MHz の方はですね調整次第で SWR が 1.5 以内に、収まったので、考え方からいくと、さらに小さいアンテナでも乗るかなということで半分の長さにしてみました。結果は上限は100倍の 104MHz 付近になります。調整次第で下も現れていますが 27.8MHz で大きい方とほぼ同じ周波数の幽霊が現れていますね。さらにですね半分にしてみました。ここで多分バランが対応しきれず 180MHz でSWR が2までダウン。逆にですねかなりシャープですが、調整次第で 40MHz 付近に幽霊が出てきました。で最終的にですね
約30数センチまで詰めていって、51MHz から 55MHz の間で SWR が1.5 以内に持っていけました。多分ですね、バランとか場所が関係していて、ベランダの実験では、かなり小さい、謎の 50MHz のアンテナでマッチングが取れているのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。アンチデルタループのアンテナのですね、おさらいをしておくと、50MHz ですから、6メーターバンドですよね。ループ1回転を3分の1ずつで考えると、上辺の端からバランまでが2メーターで、上辺の水平は約1割増しの 2.2 メーターぐらいで、少ししなったぐらいで SWR が下がりましたと。あとは引っ張り具合と、長さ調整で目的の周波数とマッチングを合わせられたということになります。50MHz アンチデルタループアンテナ、ぜひですねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で。最後までご覧いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。Have a nice day. チャンネル登録もよろしくお願いいたします。